皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。ここにいつもの Vlog のメインカメラとして今活躍してくれてる iPhone 13 Pro があるんですけれども、Vlog を編集するときに若干色をいじってるんですよ。それも、自分好みの色にしたいというか、シネマティックにしたいとか、より雰囲気のある動画にしたいとかって思ったりするんですけれども、なので、iPhone で撮った映像をダヴィンチリゾルブで、色を少しいじったりとかして、っていうことをやってるんですけれども、ちょっとですね、本格的にログ撮影を始めてみようかなと思います。ログ撮影っていうのは、簡単に言うと、色を薄くして撮影することですね。これをすることによって、色の後処理が容易になるんですよ。こうやって普通のカメラで撮ってる状態だと、もともと色が乗せられてる状態なので、これで完成しちゃってるんですよね、色味が。なので、後から色編集で色いじろうとしたりすると、ある程度は色いじったりもできるんですが、やっぱり調整できる幅っていうのが少ないし、やりすぎると変な色味になっちゃったりするんですよ。ですが、ログというのは色が乗ってない状態で撮るので、後から自分好みの色をつけられるという、ようなものになっております。なんですが、色が乗ってない状態で、撮影するっていうことなので、基本的に色編集をする前提で撮影、するものなので、あまり一般的には普及してなくて、結構自分みたいなマニアックな、色いじりたいとかっていう人とか、もしくは本当に映像で仕事してる人とか、もう映画を撮影するとかも、そういうレベルの、そういう人たちが多分使ってるやつだと思うんですけれども、このログ撮影をすることによって、より自分の好みの色に近づけられるし、もっと面白いかなと思うので、ちょっとログ撮影始めてみようと思います。で、この iPhone 13 Pro で、ログ撮影する方法なんですけれども、単体じゃログ撮影できないんですよね。多分 iPhone 15かなだとログ撮影ができるようになったんだかっていう、多分できるようになったと思うんですけど、この iPhone 13はまだログ撮影に対応してないので、アプリを入れることによってログ撮影することができます。で、いいなと思ってるアプリがあって、これですね。ブラックマジックカメラっていう、ソフトなんですけれども、ブラックマジックデザインというブランドが作ってるアプリで、これつい半年前くらい、去年2023年の9月にリリースとかって言ってたので、半年ぐらい前に、リリースされたアプリになります。このね、ブラックマジックデザインというところが出してるダヴィンチリゾルブという編集ソフトを自分はメインで使ってて、もうこの編集ソフトもすごい長いこと使ってるので、かなり、親しみがあるんですよね。なので、このログ撮影、iPhone でログ撮影をすることができるようになるアプリって数多くあるんですけれども、この、ブラックマジックデザインが、作ってるということで、このブラックマジックカメラ、使ってみようと思います。よいしょ。さあ、じゃあちょっと早速インストール。で、何せこのアプリのいいところっていうのが、多分無料なんですよね。あっという間にインストールできましたけど、無料なんですよ。だいたいこういう iPhone でログ撮影、iPhone でログ撮影をできるようにするようなアプリ。ログ撮影するためのアプリじゃなくて、正確に言うと、ログ撮影をするためのアプリではなくて、いろいろスマートフォンに入ってる純正のカメラアプリより、細かく、例えば、感度とかそういうものを設定したりすることができて、よりプロ向けな撮影ができるっていう、ソフトなんですけれども、その中にログ撮影の機能があるということで使おうとしてるっていうことなんですが、有名どころで言うと、フィルミックプロとかモメントのアプリとかあると思うんですけど、あれ有料なんですよね。お金払ってもいいんですけれども、せっかくこのブラックマジックカメラ無料だし、やっぱりブラックマジックデザインが使ってるっていうことで、これ選んだっていう感じですが、早速オープン。アクセスをこうやって一個一個許可しまして、コンティニュー。もうこれで早速使えるんですかね。ちゃんといいね。音も、出てたりとか。だからもうね、皆さんいつも使われている iPhone 純正の、カメラアプリと比べて、もう全く違う画面が出てきてると思うんですよね。で、ここでいろいろマニュアルで設定することができるんですよ。
まあ一般の人からしたら、すべてを自動で、iPhone 側が設定してくれる純正アプリの方が楽だと思うんですけれども、やっぱり、僕みたいに映像にこだわりたい人っていうのは、こうやって自分でマニュアルで、操作したいっていうのがあったりするので、こういうアプリがあるっていうわけなんですけれども、横にした方がいいかな。横にして、まあ基本的に自分は、動画は横で撮ることがほとんどなので、今ちょっと、ここに置いちゃうと暗くなっちゃってますが、まあ基本的にこういう画面になるのかなっていうふうに思いますね。で、これレンズが今 26mm って出てるけど、多分この 26mm っていうのが、これ iPhone 13 Pro だとレンズが3つあるんですよね。広角と超広角と望遠で、3種類のレンズがあると思うんですけれども、ここに、今ここのレンズのとこを押したら 26mm、13mm、77mm って出てきましたけれども、あとフロントカメラですね。この 13mm っていうのが、超広角カメラです。で、26mm っていうのが、今の、標準画角のカメラ。で、77mm っていうのが望遠のカメラです。で、フロントって書いてあるのは、ここについてるフロントカメラですね。で、ここで FPS とかもいじることができて、自分は30にしておきますね。はい。で、シャッタースピードとかも自分でマニュアルで操作できたりとか、ISO 感度とか、こうやって自分でできるっていうようなことになっております。あ、で、ここで解像度なんかこうタッチできないけど、一応 4K になってますね。これはどうなんだろう ?iPhone 側で設定するのかなまあ一応 4K になってるんでいいですけど、解像度もここに表示されると。で、肝心のログ撮影の、設定はどこから行くんだろうな。これ手ブレ補正とかですかね。シネマティック。ぽいな。でもどうかな本当に手ブレ補正なんでしょうかちょっとよく見てみないとわかりませんが。あ、ここら辺っぽいかな。あ、多分ここで細かい設定ができてますね。あ、解像度の設定とかもここでできるみたいですね。うん、なるほど。で、ということで、ちょっと、数時間時間が進んでるんですけれども、これどうやら調べてみたところ、ログ撮影は iPhone 15からしか対応されてないみたいでしたね。ここの設定から、カラースペースっていうところに、ここに Apple Log っていうのが出てくるはずなんですが、それが iPhone 15からじゃないとできないということで、この iPhone 13 Pro では、このダヴィンチ、違う、ブラックマジックカメラではログ撮影はできないというようなことが発覚しまして、じゃあこの iPhone 13 Pro でどのアプリだったらログ撮影できるのかって調べてたところですね、もうそれをずっと調べてたんですけど、こいつ、プロカメラバイモーメントという、アプリでございます。まあ、モーメントっていうね、ブランドがありまして、カメラの、なんだろうな、iPhone とかの、撮影関係の周辺機器を、作ってるブランドなんですけれども、そこが作った、カメラアプリでございます。これは、その iPhone 15以外でも、ログ撮影ができるというようなことで、YouTube とかで調べてて、iPhone 11とかでこれを使ってログ撮影とかしてる人がいたので、これはいけるんじゃないかと思って、このプロカメラバイモメント、ダウンロードしていこうと思います。ただこれ1300円かかるんですよね。有料です。はい。これでログ撮影できるといいな。ブラックマジックカメラもすごくいいアプリだと思うんですけれども、今回のこの iPhone 13で、ログ撮影をするっていうことができなかったので、今回は使えないということだったんで、あのアプリもね、使いこなせばかなりいいと思いますよ。ということで、プロカメラバイモーメント。はい。まずこの許可系が、入りまして、OK ですね。はい。いろいろ説明が出てきまして、アカウント作んないといけないというか、あれなのかなメールアドレスを打ってって出てきましたけど、チュートリアルをあれするのにメールアドレスが必要だったっていうので、キャンセルをしたら、もう普通に、この、撮影画面に飛びましたね。こんな感じです。横にすると、こんな感じですね。もう横、これなんか、JPEG って書いてあるから、これ写真ですね。動画にするには、まだこのアプリの使い方も全然分かってないんですけど、これ、静止画っぽいですね、これは。どうやって動画に切り替えるんでしょう。
あ、ここみたいです。ここ、カメラのマークが出てくると思うんですけど、ここを押すと、ビデオとか、スローシャッター、タイムラプス、いろいろ設定できますが、ビデオですね。これで、ビデオ撮影のモードになったというような感じですね。で、この上の方でいろいろ設定できるのは 30fps で、これは、解像度は 4K にして、これかなあ、これ、この今上のところにデフォルトレック709って出てると思うんですけれども、ここを押すと、いろんな選択肢が出てきまして、いろいろ、レック2020とか、いろいろフラットモーメントとかあって、このログモーメントっていうのがログ撮影ですね。さあ、これはログになってるのかなあ、一応ここにはログって出てますが、あ、ログ撮影できてるっぽいですね。来たいけました。ログ撮影。4K30fps のログで、多分これで撮影することができます。やったー。ついにログ撮影できるようになりました。この iPhone 13 Pro で。なので、iPhone 15以外の14とか13とか、それより前の機種で、ログ撮影したいっていう方は、このプロカメラバイモーメントっていうアプリ、すごいおすすめです。1300円かかっちゃうんですけれども、払う価値あると思いますね。で、もう一つフィルミックプロっていうアプリがあるんですけれども、そちらはなんか3000円ぐらいするらしいんですよね。ちょっと何が違うのかわかんないですけれども、こっちは、1300円で、かつなんか、すごい評判も良かったので、軽く調べた感じ、このアプリ使えそうっていうことで選んでみましたけれども。使ってみてどんな感じかですけれど、一応ログ撮影はできるみたいですね。ここで、撮影開始かな。はい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 。で、保存、ここにされると。あ、ちゃんとあれですね。カメラロールに保存されるんだね。ちゃんとなんかわけわかんない場所に行くんじゃなくて、ちゃんとカメラロールに保存してくれてますね。これはありがたい。ではちょっといろいろ触ってみたいと思いますが、その前にこれ起動速度ですね。iPhone のiPhone スリップから解除して、すぐに動画撮影したいので、どれくらいでこのアプリが起動できるかっていうのを、これですね。プロカメラ。モーメントって出てきますね。ポッと。今これタスク切ってなかったんですぐ起動できましたけど、こいつをヒュッと切って、許容範囲かな。でもあんまりタスク切ることはないので、このままで、あれですね、この純正のカメラアプリ、ホーム画面の編集、ちょっと純正なカメラアプリは置いといて、このモメントのアプリをここに置いとくと。そうするとおそらくすぐにアクセスできるようになると。いいですね。で、ちゃんと設定も保持されてますね。4K の 30fps、ログモーメント、ちゃんとなってます。で、ここがあれですね、フラッシュとかかな。フラッシュ、設定だとか、あとここが、これは何だろう。このモーメントレンズって、このモーメントっていうブランドが、スマホにつけるレンズみたいなのを出してるんですよ。なので、このモーメントのレンズを、最適化してるんですよ。やっぱり同じブランドが作ってるアプリなので、モーメントのレンズをつけて撮影する場合は、ここから選ぶと、なんか最適な、最適な設定にしてくれるっていうか、そんな感じなのかなって思いますね。で、ここのボタンがあれですね、フロントカメラとの切り替え。もちろんフロントも、ログで撮れてると思います。ここがあれですね、カメラの切り替えかな。そうですね、0.5 っていうところを押すと、超広角。押しにく。あなた。超広角になりまして、これ3倍にすると、望遠レンズに切り替わると。この操作はここでできるというようなことですね。で、さっきもお伝えした通り、ここから写真とかビデオ、スローシャッター、で、あとタイムラプスとかって選ぶことができますね。ビデオにしといて、ここはなんかプリセットですね。プリセット、なんかシネマティックビデオとかって、プリセットが設定できるみたいですけど、とりあえずいいかな。で、いろいろ設定があるみたいなんですけれども、なるほど。特に触るところはないですかね。おそらく OK だと思います。さて、じゃあ、この次の映像からこのプロカメラモーメントにて撮影して、ダヴィンチで色いじったりすると思うんですけれども、まだそれもどうやって編集しようかとかがあるので、現時点ではどんな色味になるかとかわかんないんですけれども、とりあえずこの次の映像から、このプロカメラバイモーメントで
撮ることになると思います。まあもちろん今のこの動画は普通にレック709で撮ってるんですが、次の映像からあれです。ログになるということですね。ちなみにこれ最近買った、GoPro 12。これは、めちゃくちゃ簡単というか、普通にログ撮影対応しております。まあこれ今ビデオ撮影の画面ですが、まあここを押して、で、まあ編集ですね。で、ここでスタンダード HDR ログっていう、項目があるんですけれども、ここでログを選ぶだけです。これで完了。これでもうログ撮影ができますので、GoPro 側の設定は超簡単。アプリとか入れる必要はないし。これログ撮影が、これ、ヒーロー12ですけれども、どうなんだろう ?12 からなのかななんか12から対応したみたいな話も聞いたんですけど、それどうなんでしょうか ?11 とかだとできないんですかねどうなんでしょうだから、11を買ってたら、ログ撮影はできなかったですよね。だから12で良かったっていう感じですけど。とりあえず、こんな感じですかね。やっぱね、最初なんで編集もうまくできるかわかんないですね。まずこれ GoPro と iPhone のログ撮影で色味とか同じようにやっても全然違うように出ちゃうと思うし、それをどうやってやったらいいかっていうのもなかなか2月になってしまいました。今年も12分の1が終わってしまいましたね。無印良品のコーヒー豆です。いろいろコーヒー試してきて、そういえば無印良品にもコーヒー豆ありそうだなと思ったら、ありまして、結構無印良品の製品はいろいろ買ってるんですけど、コーヒー豆は初めてです。どんな感じなんでしょう。そして意外とコスパいいと思うんですよ。これ 200g 入ってて、なんと500円という、めちゃめちゃ安かった。ここはオリジナルブレンドっていうやつにしました。まあ多分一番無印良品の中でベーシックな豆だと思うんですけれども、コロンビアとホンジュラスの豆が入ってるみたいです。コーヒーと水の比率も書いてありましたね。コーヒー10から 12g に対してお湯140から160。じゃあ豆 10g にお湯150くらいにしますか。久しぶりにこのミルが登場します。最近あらかじめひいてあったコーヒー豆を買ってたので、久々の豆から、コーヒーを入れる感じになりますが。さあ、久々に登場していただきました。ナショナルです。おお、めっちゃいい匂い。なんか、外から全然香りしなかったんですけど、開けたらめっちゃいい匂い。豆はこんな感じですね。飛行卓になってます。やっぱ当たり前ですけど、ちゃんと引き立ての豆はすごくいい匂いがしますね。本当に最近全然粉コーヒーしか飲んでなかったので、めちゃくちゃいい匂いに感じます。さあ、無印良品のコーヒーどんな感じでしょうか。うまい。意外と酸味が強いですね。酸味が強くて、香りが良くてっていう感じです。特別癖はないんだけど、すごくコクがあって美味しいです。あと何せコスパがいいんでね、これ。めっちゃいい。これはリピート確定です。いや、今日めっちゃ風強いですね。いや、もうほんと今日マジで風が強すぎます。異常な突風が吹いてますね。家の中にいてもすごいガタガタ言ってて、ここにある自転車とかもなんかめちゃくちゃ倒れてます。ということで、山の電機に来ました。1週間ぐらい前に壊れた加湿器を修理に出して、で、昨日電話があって、なんと加湿器、保証が効いて、なんと無料で新品に交換してくれるっていうようなことで、さらに保証も3ヶ月延長してくれるみたいです。
めっちゃ良心的ですよね。ということで今からその新品になった加湿器を受け取りに行きたいと思います。10日も経ってないかな。2週間って言われたんだけど、1週間ぐらいで終わりました。先週の火曜日なんでね、早い。OK。新品来ました。やった。もう受け取りは一瞬でしたね。名前を言えばあっさり。やっぱり倒れてる。マジか。なんかめちゃくちゃ無理やりですけど、バックパック申し込みました。一応入んなかった時のためにこの前加湿器入れてきた袋も持ってきたんだけど、これ閉まるかな。ダメだ、ここ閉まんない。何度かちょっと開かないように気をつけてこのまま帰ります。やばい、風が本当にすごい。結構自転車のハンドルが取られるレベルのトップですね。そしてなんかめっちゃ砂ぼこりみたいなの飛んでくるし、いややばい。これ帰りはここも自転車が倒れまくってる。ここもてか帰り向かい風なんで余計に大変です。やば、風が強すぎる。でもまあそこまで寒くないのが幸いですね。今気温が6度くらいあるんですけど、太陽も出てるし、そこまでは寒くないんですけど、それが幸いです。いや、風強すぎてやばかった。なんか目にもいろんなものが入るし、めっちゃなんか喉も痛くなりました。いや、今日やばいですね。めっちゃ疲れました。よし、とりあえずなんとか無事に持って帰ってこれました。こういう状態ですね。そうね、今から学校に行かないといけないので、こいつは夕方明けて早速今日の夜使おうと思います。本当にね、寝るとき乾燥すると喉が辛くて早く使いたかったのでよかったです。いや、やばいですね。風が強すぎる。なぜかピントが合わないけど、すごくないですか？なんかさっきよりやばいことになってるんだけど。ゴミが道路の真ん中に。あんなでっかいゴミ袋飛ばされるぐらい風強いんですよ。ペットボトルも散乱してるし。みんな自転車の人はさすがにきつそうですね。なんとか無事到着。本当に風がやばい。やべ。
週末家族に会うので、ちょっとカルディで家族が好きなお菓子を調達します。売ってるからない時があるんですよね、たまに。シーインのコーヒーもらったけどめっちゃうまい。甘いですね。すごい甘いんだけどコーヒーの味もしっかりするみたいな。あるかな。ちょっと残念ながらなさそう。あ、こっちのドア強風だからって閉鎖されてますね。ちょっと再び無印に行きます。家族は無印のバームクーヘン好きなので、カルディになかった代わりに買ってってあげよう。ていうかこのエスカレーターすごいよね。無印直通エスカレーター。よし、オッケーオッケー。よし、ということで今日の夜ご飯は丸亀製麺、毎月1日恒例の釜揚げうどん半額ということで、先月の元旦はやってなかったのでめちゃくちゃ久しぶりだな。丸亀製麺空いてる。例によって今9時半ぐらいで閉店ギリギリに来たんですけど、この時間に来るとさすがに空いてるんですよね。うまかった。